夢知識人生後編をお伝えします。私の絵を見てくださりませんか？画家夢二に憧れを持つ女性が港屋に訪れる。笠井彦乃、当時18歳。後に夢二の人生作品に大きな影響を及ぼす女性が現れた。彦乃もまた幼い頃から絵を描くのが好きだった。港屋に通ううちに彦乃は自分が描いた絵を夢二に見てもらうようになり、二人は惹かれ合っていった。彦乃のことを山、夢二のことを川。お互いの関係を隠語で呼び合う手紙で、二人は思いを確かめ合った。実は彦乃には親が決めた結婚相手がいた。夢二と彦乃の関係を知った彦乃の父親は烈火のごとく激怒したという。大正6年、夢二と彦乃は半ば駆け落ちするように京都高台寺で暮らし始める。甘いものが好きだった夢二と彦乃は近所の甘味処によく通った。ここに一枚の写真がある。金沢湯涌温泉で撮られた一枚。宿に到着すると彦乃は既婚女性の髪型丸曲げを結ったという。幸せな時間が二人を包み込んでいた。このまま時が過ぎていくのだろうと思われていた矢先、彦乃は病に倒れてしまう。結核、当時不治の病と恐れられた病気。彦乃もまたこの病に侵されてしまった。夢二は当初彦乃が入院する病室を訪れては朝から晩まで寄り添っていたという。しかし彦乃の父が訪れたことにより二人の面会はできなくなってしまった。お互いを山、川と呼び合った二人。この頃夢二は彦乃に会えない思いを綴った「山へよする」を執筆している。夜の部屋に君と寂しさと残し置き、帰るこの身を咎めたもうな。大正9年1月16日、彦乃23歳。再会できずに永遠の別れが二人を離れ離れにした。彦乃に会えず意気消沈していた夢二を見かねた友人がある娘を夢二に紹介した。名は佐々木兼代。夢二からお葉の愛称で呼ばれモデルを務めることとなる。肌が白く夢二好みの立ち振る舞いを身につけ、モデルとしての経験が豊富であった。再び夢二は筆を走らせ多種多様な美人を描いた女十代シリーズを手掛け始める。その名の通り10人の女性を描いたもので、実にさまざまな表情がうかがえるが、どことなく彦乃の面影も見える。お葉との出会いが夢二の絵筆により一層磨きをかけていく。大正13年、夢二はアトリエ兼自宅を東京世田谷に構え、雑誌「婦人グラフ」の表紙絵などを手掛ける。順風に物事が進んでいるように見えた夢二。しかしお葉との関係は悪化していた。彦乃への思いを忘れていない夢二に対しお葉は悩んでいた。翌年にはお葉が家出を繰り返し関係が悪化。夢二はお葉と別れることとなる。時代は昭和へ。夢二は
さらなる新境地を求めた。46歳になった昭和6年、アメリカに渡り1年3ヶ月滞在。その後、ヨーロッパを巡り、個展も各地で開催した。世界の芸術に肌で触れ、世界を股にかける画家になろうとしていた。昭和8年9月帰国。海外で受けた刺激を作品で表現しようとした夢二は、この年の11月、病に倒れる。結核。くしくも彦野と同じ病気だった。昭和9年9月1日、夢二は49歳の生涯を閉じる。作品に女性の理想を追い求めた夢二の人生。最後の言葉はありがとうだったという。夢二が亡くなった後、夢二が入院していた病院に奉公する玉木の姿があった。彼女は最後まで夢二のことを気にかけていた。玉木、彦野、お葉、出会いと別れ、理想の女性像。大正ロマンを代表する画家竹久夢二。彼が残した作品は今なお人々の胸の中で生き続けています。